体格差によるハンディキャップをなくすために、一般の格闘技では選手を体重別のクラスに分け、体重の近い者同士で対戦させています。これを階級と呼びます。けれども階級を分けず、どんな相手とでも戦う大会が一つに存在します。それこそ極真空手の空手道選手権大会です。世界最強の空手家を決めるその大会は、1975年第1回全世界大会の開催を皮切りに、その後も4年に一度行われるビッグイベントとなりました。大会の知名度が上がるにつれ、世界一を目指して参加する巨人なファイターも増えていきました。体重100キロ、身長190センチもある選手が出場することも珍しいことではなくなっていき、それは体の小さい選手にとってはとても不利な状況でした。しかしそんな状況の中、逆境を乗り越えた選手が現れます。身長わずか165センチ、体重72キロと小柄なその男は、世界各地から集まる大男たちをなぎ倒し、不可能と思える状況を打破したのです。1991年第5回全世界空手道選手権大会で優勝を収め、初の軽量級出身無差別級チャンピオンに輝いたその男こそ、小さな巨人緑健二です。一体どうやって世界大会の優勝を果たせたのか。彼のストーリーを見ていくと、それは単に持って生まれ持った才能だけではなかったことが分かりました。1962年、鹿児島県奄美大島で生まれた緑健二は、体が小さかったため、幼い頃から喧嘩が強くなりたいという願望を持っていました。小学5年生の時に読んだ伝説の空手家、そして極真空手の創始者である大山増達総裁をモチーフとした漫画空手バカ一代に深く感銘を受け、その漫画を小学校5年生の時ですね、見て、もうこれだと、喧嘩継ぐなんてこれしかないと思ってですね、極真だと。しかしながら、その当時奄美大島に極真空手道場はなかったため、緑健二は友達と一緒に雑誌を見ながら勉強し、見よう見まねで組手を始めました。もちろん本格的なトレーニングというよりも、やんちゃ同士のワイルドな組手でしたが、緑健二の世界チャンピオンへの旅はここから始まったのでした。東京の高校を受験して、蒲田に城南支部っていう道場があって、そこの道場にですね入会しまして、そして支部でコツコツ練習したっていう感じですね。極真空手っていうのは無差別の大会しかやってなかったんですけど、大山総裁がですね、軽量級の選手にも夢を与えようということでですね、大阪でウェイト制大会を開催したんですが、今ではもう27回の歴史をね数えてるんですけど、第1回のねウェイト制大会に出て初代チャンピオンを目指してね、頑張ったんですけど、途中で負けてしまってですね、足の腓骨は骨折する、そしてあばらが骨折するということでね、このまま空手やめてしまうかなと、そういう思いもありましたが、ここでね、逃げちゃ男じゃないと、そういう気持ちがありまして、そしてもう一回やってやろう、そして第2回のウェイト制大会に向けてね、一生懸命練習して、そして、運よくチャンピオンになれたわけですね。そうですね。さらにその2年後も同じ大会でもう一度優勝を果たします。この優勝によって空手家であれば誰もが憧れる舞台、世界大会に出場する切符を手に入れることができました。緑健二はこの大会で必ず悔いの残らない戦いをし、優勝すると固く決意しました。なぜならこの大会後に引退を決めていたからです。しかし運命は彼が思う通りに進んでくれませんでした。1987年で第4回全世界空手道選手権大会が開催され、世界74カ国から207人の選手が集まりました。
緑健二は自分よりずっと大きな相手と連戦で戦わなければなりませんでしたが、スピードと多彩な技で重量級選手を次から次へと下して5回戦に勝ち上がっていきます。そこで対戦することになったのがマイクル・トンプソン選手でした。マイクル・トンプソンは身長180センチを超え、体重は88キロという大きな体の持ち主で、優勝候補とも思われていた人物でした。対するマイケル・トンプソン、今大会が正連覇と決まって決まった試合はお互いに相手の反応を探るところから始まり、先に隙をついたマイクル・トンプソンがリーチを生かして長い後ろ回し蹴りをヒットさせます。緑健二は驚いて集中を切らせてしまうと、そのままペースを握られてしまい、判定で負けてしまいました。この試合を振り返った緑健二は負けた理由を相手との体格差のせいではなく、諦めてしまった、悔いの残る試合をしてしまったとあくまで内面にフォーカスしていました。5回戦でやっぱり悔いの残る、試合を投げてしまった、諦めてしまった、そういう試合をして負けてしまったわけですね。そうですね。で奄美に帰ってね、親父が採石生コン業やってたんでね、その親父の後継ぎを継ぐためにトラックの免許取ってね、そしてパワーシャベルの免許取ってね、そしてトラックを運転しながら頭の中にですね、これでいいのかと、悔いの残したそういうね戦いをしたまま空手をやめていいのかっていうね、自分とのすごい格闘があったんですね。そんな中、運命ともいえる出来事が起こります。大山増達総裁からスイスの国際大会で演舞をしてくれないかと依頼されたのです。試合ではなく演舞だったことで、やれますと緑健二は答えました。しかし大会1ヶ月半前になると、実は試合だったということが分かりました。情報のミスコミュニケーションだったのか、それとも緑健二を空手に連れ戻す計画だったのか、どちらだったのかは分かりませんが、緑健二は状況を受け入れ、試合に出るために猛烈な稽古を重ねました。練習期間が少なかった上に1年ぶりの試合だったので、とても不利な状態だったにもかかわらず、緑健二は見事にトーナメントの決勝戦まで勝ち上がりました。決勝の相手は第4回世界大会準優勝者アンディ・フグ。緑健二はフットワークで大きな相手のプレスを流しながら速い打撃を当てていき、試合は延長2回まで持ち越されました。しかしアンディ・フグの重い打撃によるダメージが重なっていき、アンディ・フグが優勢のまま延長2回が終わってしまい、アンディ・フグが勝利を収めました。不利な状況の中、大健闘したと言えると思いますが、またしても優勝を逃してしまったという気持ちが緑健二の心を苦しめました。その試合をまた諦めてしまったわけです。試合を投げてしまった。で奄美に帰ってね、もう絶対やるしかない、もう一回やりたいとね、絶対その諦めない、投げないっていう心をつかむ、そのためにももう一回試合世界大会出てやる。そしてアンディ選手にもね、またその前にマイケル・トンプソン選手っていう選手に負けてたので、絶対リベンジしてやろうとね、そういう気持ちがこう湧いてきてですね。その2年後、世界大会への切符を手に入れるために緑健二は全日本大会に出場しました。素晴らしい回し蹴りを決めています緑。決勝まで勝ち進み、対戦相手は強烈な下段蹴りと鋭い下突きを持つ強豪空手家増田明。準決勝まで勝ち進めば世界大会の切符を手にすることができたので、決勝戦は2人の名誉のための戦いでした。緑健二です。28歳、鹿児島県の出身です。空手の指導員、そしてこちら増田明です。28歳、この1試合になりました。どういう点を一番見たいですか？増田、今まで
大きなタイトルはありません。無冠の増田と言われておりました。下段回し蹴り、緑がちょっと振らってきました。2人の互角の戦いに判定は引き分けとなり延長戦に入りました。その自分の持ち味出すのはね、野山さん難しいと思いますけど、1番が増田です。45番が緑、28歳同士の対戦です。増田が左から中段突き、緑を追い詰めませんでした。延長の2分も終了。試合は延長2回に続いたところで緑健二が下突きを狙っていたタイミングに増田明の上段蹴りをもらい技を決められてしまいました。延長2回目に入りました。両選手ともポイントの開きがありません。増田明と緑健二の対戦です。28歳このままでは負けてしまうと思った緑健二は大技を狙い胴回し蹴りをヒットさせますが審判を技ありと認めずポイントになりませんでした。精神的に厳しい展開です。その後も勢いに乗った相手にどんどん攻められてしまうと緑健二は戦意を喪失してしまいまたもや延長戦で集中力を切らせてしまいます。試合が終了する頃には増田明の勝利は明らかでした。上段回し蹴りで技あり一つを取っています。赤い旗が4本。切符は手にしたんだけど決勝でまた負けたのがですね、また諦めてしまった、投げてしまったと。本当自分でねこの諦める精神、諦める気持ちっていうのは一生これ克服できないのかなとも思いました。自分を疑いましたが緑健二はここで止まることはしませんでした。1年後行われる世界大会に向けて計画を立てチャレンジし続けることを選びました。出身地の奄美大島に帰って世界大会の準備をしていた緑健二は島中のみんなから応援されたくさんのサポートを受けながら世界一ハードな稽古を目標に1日10時間という長い練習で自分を追い込み毎日寝る前に世界大会に優勝して大山増達総裁と握手する自分の姿をイメージしていました。自分を信じるメンタルをつけていたのでした。絶対に勝ってやるぞとそういう気持ちでね今までの稽古よりもっともっとハードな稽古をね自分に課せてね練習やりました。1日ねやるときは本当10時間ぐらいね練習やった時もあるし7時間8時間はねもうこれはもう当たり前ですよね。自分との戦いだからね。1991年11月東京体育館で第5回全世界空手道選手権大会が開催されるとその年は過去最高の105カ国から246人もの選手が集まり緑健二が負けたライバルたちマイケル・トムソン、アンディ・フグそして増田明も出場していました。4回戦はベルギーのステピリス・クーンに上段回し蹴りで一本勝ちし上段回し蹴り右の上段回し蹴りが決まりました。いやー緑これはスピードがある技が決まっています。風を切るような右の上段回し蹴りが決まりました。ここです。緑健二この後の試合が本当に楽しみになってきました。5回戦ではブラジルのタデウ・シルバーを素早い連打で圧倒させ準々決勝に進みました。緑がブラジルのシルバーを下しました。準々決勝進出を決めています。そこで全日本ウェイト制大会を重量級で4回も優勝していた七戸康弘と対戦しました。試合は延長戦に持ち込まれこの延長戦は緑健二の人生を大きく変えることになりました。七戸は前進しながらボディを攻めていったところ2人が場外に出てしまい審判はストップと笛を鳴らしました。しかし笛が鳴る瞬間と同時に七戸は後ろ回し蹴りを出していて笛を聞いて気を緩めた緑健二は蹴りをクリーンにもらってしまいぐらついてしまいました。大丈夫と緑健二は相手に言いますが間違いなく聞いていました。試合が再開して相手の攻めにどんどん押されていく緑健二にまた諦める気持ちが現れ気持ちが折れそうになりました。この瞬間緑健二の中では見えない戦いが行われていました。こう
天使と悪魔のささやきがあってですね、試合戦っている時にですね、もういいや、もうここまで来たんだからって自分とですね、もう一人はお前頑張れと、お前このために苦しい曲をやってきたんだろうと、天使と悪魔のささやきの中でね、悪魔をね打ち勝ったわけですよ。そしてよしここだと思った瞬間ですね、もう体がね本当に動いてね、残りの数秒必死に戦い印象を取り戻して延長が終了します。そのために判定は引き分けとなり、試合は延長2回に続きました。ラスト延長戦が始まると緑健二は必死に戦い、相手の重い打撃をもらっても一歩も譲りませんでした。この激しいぶつかり合いが終了時間まで続き、結果はもう一度引き分け、勝者は体重測定で決まることになりました。体重測定では10キロ以上の体重差があると体重の軽い方が勝利を収めます。体重計に乗った緑健二は72キロ、七戸は104キロ、体重は10キロを優に超えて33キロもありました。ここで緑健二の勝利が確定しました。勝利を収めた緑健二は見事に準決勝出場を決めたと同時に、今までの殻を破ることができて新しい境地にたどり着いたのでした。その時に自分がね分かりました。やっと掴んだと。俺が追い求めてるのはね、もう世界チャンピオンでもあるんだけど、その前に絶対ね投げない、諦めない、こういう精神だ。その後の準決勝の黒沢弘樹戦も緑健二は一度もブレることがなく激しく戦い、勝利を収め決勝戦まで進みました。決勝戦の相手は去年の全日本大会決勝戦で対戦した増田明。決勝戦です。決勝は日本勢同士の対戦になりました。増田明と緑健二の対戦です。はい、というのはもう、本当にここまで来るとどう表現していいかわからないですね。今回は世界チャンピオンのタイトルがかかっています。いよいよ残り1試合になりました。もうどっちが勝ってもおかしくないですよね、本当に。試合が始まると増田明は強烈な下段蹴りと鋭い下突きでラッシュをかけ、全力で緑健二を崩しにかかりました。けれども生まれ変わった緑健二のメンタルはぶれません。折れない心と確固とした自信を持ち、その自信は彼の戦い方を大きく影響しました。普段の緑健二は回って大きな相手のプレスを流しながら技を決める戦い方をしますが、この試合では下突きの連打と中段蹴りで前に出ていきました。試合は延長戦に続き、増田明はもう一度ラッシュをかけますが、緑健二のメンタルは影響されません。延長の判定がもう一度引き分けとなり、延長2回に続きました。過去を見ると試合が長く続くほど緑健二の気持ちが削られていきましたが、今回は真逆で延長2回に入ると緑健二がさらに強くなっているようにさえ見えました。ペースは完全に緑健二が掴んでいましたが、増田明もハートが強く弱気なところを見せずに最後まで戦いました。そのため審判の判定はもう一度引き分けとなり、勝者は体重測定で決められます。緑健二は72キロ、増田明は87キロ。増田は87キロ、15キロの差があります。
5回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、世界ナンバーワンには緑健二が輝きました。4年前の世界大会で負けたから緑健二はいろいろな苦労を経験し失敗もしてきました。けれども諦めず頑張り続けたことによって世界チャンピオンに輝き、ついに大山正達総裁と握手する夢を実現させました。やっぱり絶対諦めない、投げないっていうね、そういう心があればね、こう夢は叶うんだなっていうのを感じました。そして寝る前に自分の師範と、そして大山総裁とねこう握手をすると、それがね実際ねこう夢が実現になったと、なんか本当にこう自分で夢描いて、そしてそれに向かって一生懸命努力したらね、夢は必ず叶うもんだなっていうのをね、感じました。はじめ僕が思ったのは、一体どうやってこんな大勢の巨人ファイターがいる中で一番小さい緑健二が優勝を果たせたのかということでした。調べるほど見えてきたのは彼の挫折や苦労の連続、自分との戦いでした。緑健二の体格を考えると、それを理由に諦めることは簡単だったはずです。しかしながら彼はあくまで自分の内面にフォーカスをし、諦めない精神を手に入れれば勝てると希望を見出しました。皆さんも落ち込んだりして気持ちが折れそうな時があると思いますが、もしかしてそれは諦めない精神をつかんで自分を強めるチャンスとも言えるのかもしれません。緑健二のストーリーを振り返って、いくら失敗して倒れてもその後立ち上がって頑張り続ければ夢はいつか実現するんだと勇気をもらうことができました。